忙しい忙しい。それはそっちの棚にお願いします。ああ、そこの棚はアルファベット順ですので。忙しい忙しい。どっこいしょ。お茶が美味しいですね。やれやれ、忙しい忙しい。これはこの棚でいいですか？はい、お願いします。この箱の中身も整理するんだ。ああ、その箱とそっちの箱もです。まだまだいっぱいありますね。ありがとうございます。助かります。はい。この中は比較的新しい本ばっかりですね。ああ、そっちはみなぎくんやみよしくんやルリカーくんが買い揃えた資料なんです。脚本に関する本とかデザイン関係の本だね。猫の生態とか民族衣装の本とか、何の公演の資料かなんとなくわかりますね。この辺りの大判本は重いから俺が運ぼう。ありがとうございます。こっちの箱は台本ですね。台本はあそこの棚にまとめてあります。こっちの端にある段ボールは？ああ、それは各組ごとにまとめてあるんです。フライヤーなども含めて整理したら倉庫に運ぼうかと思っていまして。ではフライヤーのファイリングをお願いできますか？春組旗揚げ公演から冬組第6回公演まで一冊にまとめようと思うんです。フライヤー、こっちの箱に入ってました。24公演、すごい数ですよね。初代も精力的に公演を行ってましたが、全員が主演をやったかは分かりません。同じ人が主演を務めることもありましたしね。まあ劇団員が減ってからは全員主演を務めたこともあったかもしれませんが、いいですね。一度全公演を振り返ってみるのもいいかもしれませんね。俺も賛成だ。そうですね。お祝いしましょう。どんなカレーだ？全員集合したことを祝うカレーだって。だからどんなカレーだよ。具がいろいろ入ったてんこ盛りカレーだったよ。なるほど、そういう意味で全員集合か。
はーい。記念にすごーく大きな三角作って空から写真撮る。確かに記念行事っぽいけど、三角を作る意味とは。神社でお参りとか。へえ、お礼参りみたいな。俺と監督が代表して羽織袴と白無垢を着て。そうきたか。一瞬騙された。打ち上げ花火とかいいねいいね。1万発くらい打ち上げちゃおう。いっぱい友達呼んでさ。いくらかかると思ってんだ、却下。記念式典ならやっぱりお城でパーティーね。各国の王族呼んでダンスパーティーするよ。わあ、王族のダンスパーティーなんて憧れます。規模が大きすぎる。しかも実現可能なコネ持ってるところが怖い。せっかくだから豪華にやりたいよね。豪華客船で豪遊とか？クルーザーなら用意できるよ。僕も知り合いに頼めるよ。シェフを呼んでのんびりクルーズするのもいいかもな。金のかからない方法にしろ。おかわり欲しいっす。そっちかい。もっと量でできる現実的な案はないのか。すごろく大会とかっすか。なんですごろくなんだよ。一気に地味だな。中庭で焼きマシュマロ作る。それ今食べたいだけだろ。やっぱり寮でパーティーするくらいじゃないのか。それじゃあいつもと変わり映えがしないんじゃない？それなら月並みですけど、今までの公演を振り返ってみたらどうでしょう。あれ？もう夕食だったんですか？なんで呼んでくれないんですか？お腹ペコペコですよ。そういえばいなかったな。今気がついた。存在感がなさすぎる。ひどい！整理した記録映像を一人で頑張って倉庫に運んでたんですよ。なるほど。だったらコメンタリーにしたらいいんじゃないか。面白そう。一公演丸ごとは時間がかかるからシーンを抜粋した方がいいかもしれないな。抜粋シーンは主演が決めたらいい。そうだね。それだけじゃ面白くないから抜粋シーンはサイコロ使ってテーマ決めたらいいんじゃない？セリフ噛んだシーンとか転んだシーンとか NG シーンばっかりになったりするのか。サイコロ怖いっす。ビデオメッセージもやったらどうでしょう。記念に残せていいね。自分が主演の公演を見直すのはなんかちょっと気恥ずかしいな。反省会になりそうっす。それだけ主演公演はそれぞれにとって意味のある貴重な経験だから、今だからこそ改めて振り返る意味があるんじゃないかな。すね。動画は俺がまとめるよ。
撮影カメラは俺のを使うとして、カメラマンはどうする？俺がやってもいいが。それだとオミさんは先に見ちゃってつまらないんじゃねえの？それはカズナリも一緒じゃないか。まあそうだけど。撮影はセルフでいいじゃん。できるのか？頑張るよ。せっかくやったのに撮影できてなかったら残念だよね。サイコロは自分で振ると不正できるぞ。その手があったか。あ、はいどうぞ。監督、それがあんたと二人っきりになんてさせない。ということみたいで。俺もここにいる。はい、大丈夫です。撮影よろしくお願いします。俺？誰でしょう？どうぞ。お邪魔します。撮影中っすよね。そいつ回収したらすぐ出てくんで。こらマスミ、昨夜の撮影の邪魔になるだろう。別に邪魔してない。見てるだけ。それが邪魔してるって言うんだよ。ほら帰るぞ。おい、話せつづる。すいません、お邪魔しました。行っちゃいましたね。大丈夫です。野見尻公園のことはよく覚えてるので。はい、それ。忘れられないシーンですか。初めての舞台でしたし、どれも忘れられない思い出ばっかりで。すごく迷うけど、でも決めました。これにします。今見てみるとお芝居もぎこちないですね。懐かしいなあ。ここからのシーンです。それじゃあ二人の夢に乾杯。ジュリアス、君と話していると本当に楽しいよ。ああ、僕もさ。ここでいつもは必ずパンを手に取るのに、この日はテーブルにパンがなかったんです。それでルーティンが崩れてしまって、俺焦っちゃって。僕はこの果物がとても好きで。美味しそう。
おっと、大丈夫か？あ、ごめん。ジリアスはどんなものが好きなんだ？君の話ももっといろいろ聞かせてくれ。慌てすぎて果物を取り落とした上に続きのセリフまで噛んじゃって。後でマスミくんに「笑ったでしょ?」って聞いてみても芝居だの一点張りで。でも少しマスミくんと近づけた気がして嬉しかったです。はい。それから監督にも褒めてもらいましたよね。それも本当に嬉しかったんですけど、俺まで監督に褒めてもらったことが気に入らなかったのか、マスミくんにすっごく睨まれて。そこまでがセットですごく大切な思い出です。はい。はあ、緊張しました。はい。待ってた。あんたが俺の部屋にいる。なんだか不思議な感じがする。こんな風に部屋を訪ねてきてくれることなんてあんまりないから。もともと散らかしたりはしてないけど、監督のために部屋を掃除してお茶を用意して待ってろってつづるに言われた。わかった。失敗なんてしてない。主演としてあんたのために完璧にやった。失敗したところなんてない。何でもいい？本当に？わかった。あの時は頭を抱えた。さあ、これを飲んで。なんだこれ。瓶に何か書いてある。ドリンクミー。こんな怪しい薬を飲めるわけがない。先にお前が飲め。仕方ないな。ごっくり。どんな味なんだ？味はそうだな。そう、まるでお口の中できらびやかな舞踏会が開かれているようだ。観客の静寂がいたたまれなくて、つづるが頭を抱えてた。
脚本家のくせにコメディに振りすぎた返しで最悪だった。しかもこれでダメージ受けて、この後もずっと落ち込んでたし。この日の夜、すずるのやつ部屋でこっそり食レポの動画見てた。あまりにもへこんでたから、次の日も同じように振ってやったら、今度は食レポ成功して満足げだった。ねえ、今誰のこと考えてたの？本当？お疲れっす。そろそろ終わった頃かなと思って来てみたんすけど。まだ終わってない。これから監督は俺とヘアデート入ってくるな。いや、この後は俺の撮影だから。マスミいる？あれ、千景さん。何？実は新しい手品グッズを見つけたんだ。一緒にどうかなと思ってさ。そう、なかなか面白い手品なんだ。きっと監督さんも気に入ると思うよ。マスミがうまくできるようになったら監督さん見てくれる？だってさ。どう？マスミ。やる。つづる、俺より長い時間監督と二人でいたら許さない。はいはい。それじゃあまた後で。つづるも撮影頑張って。助かった。千景さん、ナイスプレーっすね。マスミが戻ってこないうちにさっさとサイコロ振っちゃいますか。せおー、フリーってことは自分でテーマを決めていいんすか？よし、それなら結構気が楽。え？フリーって監督がフリーに決めるって意味ですか？ああ、ぬか喜びだった。じゃあお題お願いします。できればお手柔らかに。自画自賛？さりげなく難しいことを。監督、意地が悪いっす。自画自賛か。ちょっと待ってください。今考えます。よし。
S、これがサラダ。フォークを使って食べるんだよ。サラダ、フォーク。これはサンドイッチ。こっちは手で持って食べていいんだ。こうですか。ずいぶん上品だな。それでもいいけど、もっと大きな口を開けて食べてもいいんだよ。ほら、こんな風にガブッと。わかりました。そうそう。ゼンマイ公演の初日、水野に久しぶりに会って、あいつと初めて会った頃を思い出したんです。出会ったばかりの水野は駄菓子も食べたことないし、誰かと半分こなんてこともしたことなくて、俺が教えたらあいつはちょっと戸惑ってたけど、でもすごく楽しそうだった。それを思い出したおかげか、2日目のこのシーンは緊張もなくて力を抜いてできたし、シトロンさんとの目線のやり取りも自然にできて、いい雰囲気が作れたんすよね。このシーンの後、すぐにボイドが忠告に来るんですよ。なんだか罪悪感を覚えて気持ちを切り替えるのに苦労したってイタルさんも言ってました。脚本だけじゃなくて芝居にも自分自身の経験を生かせた瞬間でした。やっぱりいろいろなことを経験して引き出しを多くすることは大事だなって改めて実感したっす。です。頑張ります。あ、ちょっと待ってください。準備するんで。どうぞ。いらっしゃい、監督さん。さっきまでいたんだけどね。茅ヶ崎がだるがらみするもんだからうざったがって逃げていったよ。だるがらみなんてしてないですよ。ちょっとちょっかい出しただけで。これから先輩の動画撮影だよね。お楽しみは撮っておきたいし、俺はどっか行ってるとしますか。りょう。さてと、それじゃあこのサイコロを振ればいいのかな。テーマは怪我の巧妙か。それなら公演の合間合間に稽古は重ねていたけど、初日よりは全然マシとはいえ、やっぱり今見てもこの頃の自分の演技はひどいな。何？そう。あ、ここから。行け！翼猿たちよ！愚か者に裁きを！危ない！王様！うわっ！
覚えていろ。やったー、すごいですオズ様。やっぱりオズ様は大魔法使いです。まったくバカなやつだ。帰るぞリック。はい。実は袖から出ていく瞬間に咲夜と目が合ったんだ。気づいたら落ちた帽子を手に取ってリックの頭にかぶせてた。まさに怪我の巧妙ってやつだな。次はメッセージコメントだっけ？やれやれ。本当はあんまり記録に残るのは嫌だったんだけど。だよな。まあ仕方ないか。次は第5回公演茅ヶ崎の撮影だな。おつんすぐ行くって言ったでしょ。談話室にいたよ。学生組が課題やってたからさ。内乱布教してきた。むしろ邪魔してるな。まあまあ息抜きも大切でしょ。ちなみに教科は英語だったから先輩が行けば紬先生が喜ぶと思いますよ。なら手伝ってくるとしようか。じゃバトンタッチ。オタク語りしすぎて監督さんを困らせないようにな。善処します。それじゃ俺らも早速やりますか。ま、内乱のことだしね。さーて何が出るかな。鳥肌か。となるとやっぱりあれかな。7日目の夜公演。ご覧の通り連日の公演で俺の体力はもはや赤ゲージだったわけだけど、はあ気が緩んでたのか反応遅れて思いっきり転んだんだよね。何をするガウェイン。俺はまだお前を許していないと言っただろう。だがお前が俺の友であることは変わらない。ランスロット。ランスロット。ガウェイン、手を貸してくれるか。仕方ねえな。
ほら。ラストの大事なシーンでやらかして頭が真っ白になってさ、この後のセリフまで飛んで鳥肌が立ったんだけど。そうこの時のシトロンと先輩が本当にキャラクターそのものでさ、背景もゲームの風景に見えたんだ。あれは違う意味の鳥肌が立った。あのシーンももちろんそれ以外も何もかも全部忘れられない。またランスロットになりたいな。いや、それが実は転んで打ったせいでめちゃくちゃ腰が痛かったんだよね。板の上ではアドレナリンが出ていたというか、ランスロットでいる間はかっこ悪いところは見せたくなくて。ごめんごめん。でもちゃんと処置したら大丈夫だったし。ダメそうならロミジュリの時みたいに隠したりしないできちんと言うつもりだったよ。というわけでコメンタリーはこれで OK かな。次はメッセージ動画だっけ。いつでもどうぞ。ダメ？この後内覧やるつもりだし、みんな見慣れてるからいいでしょ。めんどい。動画も無事収録完了と。おつおつ。優雅な催促だな。さすがは王族。監督、栗を長くして待ってたよ。Yes。ではこちらへどうぞだよ。おー、テレビで見たのとそっくりね。私一回これやってみたいと思ってたよ。いくよー。はあ。やったね。私このテーマ出したかったよ。私の念力パワーが通じたね。イエス！私がチョイスするのはもちろんこのシーンね。言葉が通じない分、動きや表情、声色を意識しようってみんなで話したね。マスミーのバイオリンも日本での千秋楽よりもずっと上手くなってたよ。あれは絶対こそ練したね。この時、確かに私たちの音は重なったね。
ありがとうだよ監督。でもこれも超えるベストパフォーマンスをまた見せるよ。メッセージコメントもバッチリね。ただいまです。すみません、撮影の邪魔しちゃいましたか？おかえりだよさくや。よかった。監督とシトロンさんも撮影お疲れ様です。おうさくや、なんだか大きな荷物持ってるね。バイト先の洋食屋さんで試作料理をたくさんいただいてきたんです。みんなで食べませんか？おー、やったねー。はい。監督。ほとんどライムが来たのと同時でしたね。5秒どころか2秒で来たね。ライム来た瞬間に立ち上がってほぼ部屋出ながら変身してたからな。つづるもいらっしゃいだよ。もうすぐセーブポイントだったんだから、そこまで待ってくれてもよかったでしょ。次のセーブポイントまで最短でも15分はかかるだろう。攻略本かよ。どんだけプレイしたんですか。みんな集まりましたし、早速食べましょうか。へえ、どれも美味しそうだな。お、ピザがある。あんたはどれが食べたいの？俺が取り分ける。おー、キュートな形だよ。これはコロッケね。新作のエビコロッケだって店長が言ってました。こっちのはちょっとスパイシーな味付けみたいです。へえ、それは楽しみ。監督？おう、いらっしゃい。例の記念動画の撮影だよね。俺は把握してるつもりだけど、ポンコツ役者のために一応聞いておくか。なんだと？なるほど。先に天馬から撮影するんでしょ？俺は一旦部屋出てってあげようか？別に撮影を見られることには慣れてる。静かにしてるならいても構わないぞ。分かった。それじゃあサイコロ振るぞ。よっ。フリー？いや、マジかよ。へえ、面白そうじゃん。どんなお題にするの？おい、変なのにするなよ。は？ベタ褒め？
さすが監督、いいお題出すじゃん。ニヤニヤするな。やっぱり出て行ってもらえばよかった。今更でしょ。で、どのシーンにするのさ。今考えてるところだ。ベタ褒めか。そういえばあの時。さあ、盗賊たちに気づかれる前にこの洞窟から逃げ出そう。呪文を唱えて岩の扉を開くんだ。ああ、開けゴマラ。ここまで来れば盗賊たちも追ってこられない。脱出成功だよ、アリババ。やったぞ。魔法のランプも盗賊たちのお宝をいただきだ。よーし、早速魔人を呼び出すぞ。いでよ、ランプの魔人。呼んだか、我が主よ。なんだ、見た顔だな。どっかで会った？ちょっと待て、今思い出す。はいはい、あれだ、魔法使いと大蛇にやられてたやつだろ。尻に火がついて泣きべそかきながらてんやわんやしてた。マジで？うわー。泣きべそなんて書いてない。話を盛るな。っていうか今それはどうでもいいだろ。実はあの時公演とドラマの仕事が重なってたこともあって、正直あんまり調子が良くなかったんだ。当然周りや観客には気づかれないよういつも通りにしてたつもりだったが、そんな俺をフォローするようにムクとミスミはわざと大きな動きで振る舞ってくれた。そんな二人を見てたらセリフにはない本音が思わず口に出て、元気だなお前ら。まあ二担ぎなんて重労働やってるし、これくらいね。俺は魔人だ。体力も魔人像じゃなくて無尽蔵というやつだ。派手な動きやアクションでのフォローはもともと体力があるムクとミスミだからできたことだ。それだけじゃない。ユキとカズナリも些細なアドリブや動きの変化でフォローしてくれた。公演が終わってから知ったんだが、俺の調子があんまり良くないことに気づいて口裏合わせでやってくれてたらしい。それができたのも徐々にあいつらが芝居に慣れてきていたからだし、役が自然と染みついていたからだ。それもあって千秋楽ではアドリブ多めに突っ込んでいった。演技自体はまだまだだが、この公演のあいつらは俺よりよっぽど余裕があったし頼もしかった。ポンコツ役者がこんなに素直にベタ褒めするとか気持ち悪いんだけど。おい、まだ撮影中だぞ。お題とはいえ気持ち悪い。お前ら2回目だぞ。いや、うるさいからユキは外に出てろ。はあ？さっきはいてもいいって言ったくせに。横からごちゃごちゃ言うから気が散るんだ。
めんどくさいやつ。はいはい、出てればいいんでしょ。ったく、それじゃさっさと取るぞ。わかった。俺のコメンタリー撮影の時、ユキは部屋にいたんだし、お前の撮影中に俺がいても当然問題ないよな。何それ、仕返しのつもり？まあ別にいいけど。はあ？なんだよそれ、お前ばっかりいいお題でずるいぞ。サイコロに文句言うとか大人げない。ベストパフォーマンスか。あのシーンかな。これがお屋敷の外の世界。ドキドキするけどすっごくワクワクする。よーし、みんなで煮干しを探すにゃ。行くにゃ。さっきまでもう走れないって弱音吐いてたくせに調子いいな、まったく。そんなところも城らしいけどな。にゃんにゃー、煮干しみんにゃーって冒険にゃー。煮干し、四方煮干し。ほらほら、黒たちも一緒に歌うにゃ。しょうがないにゃ。行くぞー、煮干しを探しに。魚の谷を目指すにゃ。煮干し見つけて見せるにゃ。これはもともとカテコでミケとタマがやってた猫ダンスを見て、カズナリがマンネリ打破のために編み出したんだよね。お前あの時くだらない、もうやらないって言ってなかったか？撮影中なんだけど。確かにやってることはくだらないし恥ずかしいけど、踊ることでこだわって作った尻尾をよく見せたり、衣装を翻してさらに映えさせることができた。だからこれがベストパフォーマンスかな。観客の笑いも取れたしね。ま、コメンタリーはこんなとこか。メッセージか。ちなみにポンコツ役者はどんなこと話したの？教えない。何そのドヤ顔。どうせ大したこと言ってないんでしょ？なんだと？いいけど、やっぱポンコツ出てって。もうなんでだよ。うざい。何も言ってないだろ。存在がうるさい。はあ？
あ、監督さん。監督、もう来ちゃったの？ごめん、あとちょっとだけ待って。部屋のお片付け中なんだ。終わったら呼ぶね。お待たせしました。掃除完了っす。三角を大きさや色によって分けて片付けたんだ。こっちには大きくてふわふわの三角で、こっちは猫さんたちにもらった三角。それからここは一番大切なものを入れてるところ。海賊公園の時まどかがくれた宝箱。じいちゃんの三角定規と写真とボイスレコーダー、それから夏組みんなで作った紙飛行機。お宝たくさん。もっともっと増やしたいな。みんなでもっともっといっぱい増やそう。はーい。サイコロ三角の3が出るといいな。それ。お題は怪我の巧妙。それなら俺あるよ。確か無駄な抵抗はやめてさっさと黒ひげを渡せ。はっ、なかなかやるな海軍将校さん。本当はヘンリーがポールを追い詰めるシーンなのに、このままだとヘンリーの見せ場取っちゃうって焦ったな。でもそしたら天馬がね。くらえ海軍！うてうわうわっジョニー！ちょっと味方にぶつかって転ぶとかどんだけ間抜けなんだよ。さすがは小物だな。やれやれ、仕方ないな。はあ。天馬がアドリブでぶつかってくれたからお客さんにも笑ってもらえたし、うまく次にもつながったんだ。やっぱり天馬はすごい。久しぶりに見直したらいろんな発見があった。それにすごいことを思い出したよ。
コメント終わり。クモン、どうしたの？この時の夏組のみんなキラキラしててすっげえかっこよくて、スミーさんの宝探しの話とかもみんなから聞いてたから、それを思い出したらなんかさらに泣けちゃって。クモン、よしよし。スミーさんやっぱり俺夏組のみんなが大好きで、夏組のお芝居が大好き。俺も。どんなお題が出るかな。鳥肌か。初舞台の緊張とプレッシャーといろんなものでいっぱいいっぱいで、鳥肌が立つ暇もほとんどなかった気がする。あえて言うならなんとか成功させた初日と千秋楽だけど、でもそうだ、あの時なんであいつグラウンドで仁王立ちしてるんだ。チアリーダー。うわ、かわいい。野球部だって。すみません。はい、釣れた入部希望者。本当はここ入部希望者が4人現れるっていうシーンだったんだ。それで実際にはステージに3人しかいなくて、俺の次のセリフ一気に4人もなのに、どうしようってめっちゃ焦ったんだ。今なら単純に4人を3人って言い換えればいいってわかるけど、あの時は全然そんな余裕もなくて。てかマジで鷲宮さんのチアリーダー姿可愛すぎでしょ。写真撮ってみんなにもライブで送って。うわ、速攻返信来た。もう一人野球部入るっていうことは、一気に4人も。カズさんのアドリブのおかげで俺はセリフをそのままちゃんと言えたんだ。全然違和感もなくて、カズさんの反応の速さやアドリブのうまさがすっげえかっこよくって鳥肌が立った。千秋楽の前、みんなみたいにうまくアドリブができなくて悩んでた俺に、アドリブはあくまで余裕がある時の装飾みたいなものだって監督は言ってくれたよね。今ならよくわかる。それでも少しずつ慣れてきた今ではアドリブのやり取りがすごく楽しいし、お客さんも楽しんでくれてるって思う。だから俺夏組のみんなとお客さんのためにももっと上手くなりたい。これからももっともっと稽古頑張るっす。一緒に頑張ろう。うん。ごめん監督、
ちょっとだけ待って。公園を見ていろんなことを思い出したらまた胸がいっぱいになっちゃって。クモン、大丈夫？そうだ。どこだっけ？あった。はい、クモン。ゴッド三角くんだ。スミーさん、ありがとう。俺の夏組オーディションの時や公演前に寝込んじゃった時も貸してくれたよね。ゴッド三角くんをギュッとして深呼吸して、よし、言いたいこともまとまったしいけるぜ。緊張した。ちゃんと言えてたかな。よかったってわあ。ああ、また片付けしなきゃ。大丈夫っす。監督は撮影の続きもあるでしょ。片付けたらまた監督さんも遊びに来てね。うん。監督さん、いってらっしゃい。あ、監督さん、いらっしゃいませ。監督ちゃん、ナイスタイミング。ちょうどムックンとお茶してたとこだよ。カズくんが今人気のふわふわマカロンクレープっていうスイーツを買ってきてくれたんです。超インステ映えするし、めっちゃ美味しいんだよ。監督ちゃんもどう？そうだった。てかコメンタリーとかめっちゃ上げピコ。確かシーンを抜粋するためのお題はサイコロを振って決めるんですよね。よっ、何が出るかなーと。お題は失敗した話だって。いやー、アクション大変だったし、失敗とかあげたらマジでキリがないやつ。でもやっぱ一番に思い浮かぶのはあれかな。これは本当に姫の文か？これそうなんですよ。この通り字でも絵でも何でも描けちゃいます。いや、それは紙。広くて青くて船に乗って宝探しの旅に出たくなるよな。それは海。そんでもってその海で魚を取るのに便利な。それは網。いやいや、海といえばこっちでしょ。乗ってこうぜウェーブ。それは波。若様の凛々しいお声がよーく聞こえます。それは耳。にっこりスマイルスマイル。いい加減にせんか。これは姫の文かと聞いたのだ。
それな公演重ねてリピーターも増えてリアクションもちょっと薄くなってきちゃってたからさ。アドリブで遊んでたら楽しくなっちゃってめっちゃ尺が伸びちゃったんだよね。てへぺろ、夏組はこういうの結構やっちゃうんだよね。あはは、そうなんだよね。アドリブは本当はなくてもいいおまけ要素で元の流れを邪魔しちゃったら意味がない。それは分かってるんだけど、アドリブのやり取りってやってて楽しいしお客さんも楽しんでくれるからついね。初代夏組もお客さんたちを楽しませるためにはまずは自分たちが楽しむ、それがモットーだって言ってたもんね。そうそう、だからやっぱアドリブはやめられないけど、自分たちだけが楽しくなりすぎないように気をつけなきゃいけないし、夏組の課題だなって思うんだ。それは俺だけじゃなくて多分夏組みんなが思ってるんじゃないかな。芝居も少しは安定してきたかなって思うけど、絵も芝居も両方選んだからにはどっちも妥協せずに極めていかないとね。それじゃ次はメッセージコメントいっちゃいますか。やっぱり画角からこだわらないとね。カメラの位置と背景はそう？それじゃこんな感じで和成三好のコメントスタート。カズくんのコメント素敵だな。へへ、ベリさん、じゃあ次はムックンの番だね。それじゃあサイコロはえい。さすがルムメ仲良し。失敗した話、初日から緊張してセリフを噛んじゃったし、あのシーンでは転びそうになっちゃったし、あの時はアドリブがうまく返せなかったし、次のシーンは小道具落としかけちゃったし、あの時はああでこの時はこうで、やっぱり僕はヘナヘナでクタクタの煮崩れた大根で。ムックン忘れられないシーンですか？それなら僕すごく心に残っているシーンがあるんです。千秋楽の最後のシーンなんですけど、それにしてもまさかローズがお姫様だったなんて本当に驚いたよ。王子は全く気づいてない様子でしたもんね。はあ、相変わらずのお天気でお気楽で花畑というか。確かにね。僕が華やかな花畑のように美しいって、もちろんそうだとも。そんなこと言ってない。やれやれ。でもあなたはそれでいい。憧れの王子様役を僕なりに精一杯演じてきて、千秋楽のこのプロとのセリフでそれを認めてもらえた気がしたんです。
本当に嬉しくて胸がいっぱいになりました。みんなが僕のことを信じてくれたから、僕はありのままの自分で王子様になることができた。フローレンス王子として胸を張って舞台に立つことができて本当に良かったです。ムックンのフローレンス王子、ミラクルかっこよくて俺も大好きだよ。えへへ、ありがとう。はい、お願いします。ありがとうございました。ムックンの米も超良かったし、みんなのコメント見るのめっちゃ楽しみだな。バイブス上げ。わあ、どんな感じなんでしょう。ドキドキするな。それな、編集も気合い入れてやっちゃうよ。確かに編集ソフトは必要だけど、ソフトにもいろんな種類があって、フリーソフトやパソコンに付属してるソフトでも十分クオリティ高いの作れるよ。あれ、なんだか廊下が賑やかですけど。お邪魔しまーす。お疲れ。カズ、ムク、監督さん、撮影終わった？あれ？スミーにクモピー。天馬くんとユキくんまで。部屋の片付けしてたらいらない紙が出てきたんだ。だからみんなで紙飛行機大会しよう。俺らの部屋にもミスミとクモンがいきなり押しかけてきたんだ。ほんと騒がしい。わあ、みんなで紙飛行機大会久しぶりですね。いいね、やろうやろう。監督ちゃんも一緒に作ろうよ。今までずっと撮影してたんでしょ。気分転換と休憩も兼ねてさ。紙飛行機楽しいよ。僕も監督さんと一緒に紙飛行機飛ばしたいです。やったー！よーし、遠くまで飛ぶの作るぞー。今回こそ俺が優勝してやるからな。よく言うよ。いつもろくに飛ばない飛行機ばっかり作るくせに。うるさい！天馬、ビューンって遠くまで飛ぶ飛行機の折り方教えてあげる。紙飛行機ができたらみんなで中庭に飛ばしに行こう。よ、監督ちゃん。まあな、つーか下手すぎてありえねえ。俺じゃねえって兵道のこと。まあそうは言っても
俺のこの頃の芝居も今見りゃ十分下手くそだけどな。このシーンとか目線もうちょいこだわるんだろう。このサイコロを振って出たテーマに合わせて自分の主演公演からワンシーンを選出。そのシーンを見ながらコメンタリーを作成。その後はメッセージコメント撮影だろ。左京さんから手間をかけるなって長々説明ライム来てっからな。じゃ早速お題決めるとすっか。よっと。鳥肌ね。そうだな。たくありえねえ。だからてめえと組むなんて嫌だったんだよ。それはこっちのセリフだ。ボスは一体何を考えてこいつとバディ組めなんて。クソが、今回のミスはてめえのせいだからな。ふざけるな、お前のせいだ。口先だけで足引っ張りやがって邪魔くせ。ああ、てめえ今なんつった？足手まといで邪魔くせえっつったんだ。役立たず。勘違い野郎はどっちだよ。ああ、とりあえず一発。くったらねえ。こんなとこでてめえの相手なんかしてられっかよ。俺は先に戻るからな。勝手にしろ。この日俺が楽屋に置いてあった菓子を食ったら、それが兵道のだったらしくてよ。兵道の野郎菓子ごときで突っかかってきやがって、お互い本番直前まですげえイライラしてたんだよな。そんで公演始まって、このシーンで目が合ったら、兵道のつうかランスキーの殺気が一気に伝わってきて、鳥肌立つくらい喧嘩の血みてえのが騒いじまった。本気で殴ってやろうと思ってたけど、不意にランスキーの向こうから別の殺気感じてさ。袖の奥からマジで人殺す目でこっち睨んでる左京さんと視線があったんだよ。さすがに冷静になった。あれはまた違う意味で鳥肌立ったわ。芝居だってことを忘れるなとか、感情的になりすぎて役から飛び出さないようにとか、左京さんや監督ちゃんからすげえ説教されたっけな。はあ？なんだそりゃ。兵道のことだし、どうせ甘いもんでも買いに行ったんだろ。つうか、この後はメッセージコメントも取るんじゃねえの？はあ、監督お疲れ。撮影は順調か？それは何よりだ。
あ、昨日寮のオーブンが壊れちまっただろ。タスクさんと千景さんが交換用の部品を探してくれてはいるが、パーティーに間に合わなかった時のために一応オーブンいらずのスイーツも考えておこうと思ってさ。監督にも喜んでもらえるようなスイーツを考えるからな。期待しててくれ。おっと、そうだったな。悪い。それじゃあサイコロを。それ。俺のお題はそうだな。もちろん忘れられないシーンはたくさんあるが、やっぱり一番はあれかな。ゼロは万物の苗床となるために生まれた。人としての機能は種に蝕まれてやがて失われる。そんな、私は作られた存在なんだ。絶滅した植物が育てばこの地球は太古の緑を取り戻せる。世界中で飢餓に苦しむ者たちも救われるのだよ。このクソみたいな世界を救う、それこそクソくらいだ。こんな世界救う価値もない。あるよ、あるよ。だってこの世界にはボルフがいる。バカじゃねえのか。やってられん、勝手にしろ。契約はこれで終わりだ。終わった後、突然芝居を変えてごめんって太一にいつもの調子で謝られたが、太一は俺よりもずっと演技の経験があるんだと改めて感じたよ。ずっと名前のないアンサンブルだったと言っていたのが不思議で仕方がない。そう思ったと同時に、俺も負けてられないと強く思ったのを覚えてる。このゼロとボルフは結局この1回きりだったけど、すごく印象に残ってるし気に入ってるんだ。この時は太一に飲まれてしまったけど、いつかやり返してあっと言わせたいと思ってる。役者としてあいつナチにも不甲斐ねえって怒られないようにな。やっぱり取られるのは慣れないし、ちょっと恥ずかしいな。ならよかった。カズナリに誘われてビロード町初出店のインステ映えスイーツを買いに行ったよ。あ、カメラの機能でわからないところがあったらいつでも呼んでくれ。おう、監督さんか。いや、構わない。
記念動画の撮影だな。ボンならそこだ。おいボン、今から撮影を始めるからな。あっそう。別にクソ左京の主演舞台とか興味ねえし、勝手にどうぞ。たく、まあいい、さっさと撮るぞ。サイコロを貸せ。なんだか自画自賛するみたいで気が進まねえな。そうだな、俺が選ぶのは横田。散々卑劣な手使ってくれたな。風間銀次、あっしの竜が毎晩泣くんですよ。てめえみてえな野郎を見ると食い殺してやりてえってな。はあ、おらくっそ、貴様よくもうわっ荒さはあるが、伏見演じる横田の表情にはぞくりとしたな。それに男たちの命を懸けた戦いをこの狭い満開劇場の舞台上で表現できた。何をもってベストと呼ぶかは分からねえが、あえて選ぶとしたらこれだ。気にしないようにしていたつもりだったがな。秋組の連中は本職に認めさせようって目に見えて気合が入ってたし、自分もいつの間にかそれにつられて熱くなっちまった。そうだな。どうせ大人げねえとか言うに決まってる。なあ、終わった？聞かなくてもわかるだろう。さっきからチラチラ見てたじゃねえか。はあ？見てねえし、自意識過剰なんだよ、クソ左京。つうか、次は俺だろ。終わったんなら邪魔だからとっとと出てけ。やれやれ。監督さん、ボンの撮影もよろしく頼む。言ったか。そんじゃさっさと。おいボン、メイクの話に逃げんなよ。これは主演役者としてのうんたらかんたら。あー、うるせえ。くどいんだよ。邪魔だっつってんだろ。さっさと出てけ。
わかった。ベストパフォーマンス？はあ？あいつと仲がいいとかありえねえ。サイコロやり直す。物理的な怪我なら死ぬほどしたけどな。小さい怪我や内身のあざか。一個思い出した。次から次へと。おらおら、ワンちゃんはいい子でおねんねしてな。はっ。ここでアンサンブルのゾンビと思いっきりぶつかったんだよな。餌はおとなしく食われてろ。父さん、俺がこの手で終わらせる。ああ、クソ左京は完全に不覚だって。公演後にすげえ苦い顔してていい気味だった。けど今見るとこの時の俺の表情は息子としてのアベルが出てて悪くねえかも。コメンタリーってこんなもんでいいのか？役者としてはさっきのコメンタリーで十分だろ。別にほっとけばいいんじゃね？もしもし。そうか、俺は会長さんに呼ばれて銀仙会に来てるところだ。夜までには帰る。1週間くらい帰ってくんなって言っとけ。聞こえてるぞ。さっきもくだらねえことぐちぐち説教しやがって。お前がいねえとせいせいする。そういうお前はちゃんとコメントできたんだろうな。てめえなんかよりよっぽどちゃんと。監督先生、待ってたっすよ。俺っちと入れ違いで買い物に行ったっす。ところで監督先生、実は俺っち監督先生に見せたいものがあるんすよ。はいっす。でもせっかくだし
撮影が終わった後でゆっくり見せた方がいいっすかね。よーし、いいお題出すっすよ。ってや失敗した話。かっこ悪い失敗の話。もっと武勇伝を語りたかったのに。監督先生、そうっすよね。どんな失敗も七尾太一の立派な奇跡っす。失敗か。正直いろんな失敗があったけど、どれがいいっすかね。よし、決めたっす。はっやはははチチョコマカト、調子に乗るなガキどもが。行くぞちゃん。おうはっはっやここからいよいよとどめの合わせ技シーンだったんすけど、俺っちいつもより助走が長くなっちゃって。くらえ魂の湯気だ。はおい、ここでこけるとかお前。わざとに決まってるだろ。余裕を見せつけたんだよ。この隙にさせるかちゃん。ああ、行くぞユン。くらえ魂の湯切り。命のスープ。一丁上がりラーメンお待ち。ごめんなさいっす。実はこの日家族が見に来てくれてたから、いつも以上に気合が入ってたんすけど、妹があーちゃんばっかり見てて、それが悔しくって、かっこいいところ見せようとして失敗しちゃったんすよね。今見返すと気合入りまくってちょいちょい空回ってるのが丸分かりで恥ずかしすぎっす。でもこの公演が終わった後、妹のみーちゃんはかっこよかったってすっごい褒めてくれたんすよ。身内のひいき目ってやつっすかね。ありがとうっす。俺っちもっともっとでっかくなって秋組のみんなに負けないくらいかっこよくなるっすよ。お疲れ様っす。ああ、コメントのあそこちゃんとカットしてね。うっす。ああ、よろしく頼む。みてえだな。
どうせゲーセンか洒落たカフェで透かしてんだろ。うっす。あ、デメは鳥肌が立った話とフリーの間だな。わかった。フリーってのは監督が決めるんだったか。熱くなった瞬間。あざっす。それは俺としてか、それともブラッドとして。なら俺が選びたいのはあのシーンだ。はっはっせ逃がさねうぬぼれんなよネクラ野郎。さっきも思い知っただろ。俺はお前よりも1枚も2枚も上手だ。お前ごときが俺を捕まえられるとでも思ってんのか。こんなもんじゃないだろう君は。ブラッド、そっちだ。おとなしくしろ。摂津のあのアドリブを聞いたとき、自分と違って器用に立ち回るあいつにすげえ悔しさを覚えた。それと同時に絶対にこいつを捕まえる、死んでも負けねえって熱くなった。それはブラッドとしてなのか俺としてなのかわからねえが、多分両方だと思う。うっす。ああ、監督もお疲れ。見られてたのか。あれは。撮影終わったか。よかった。ナイスタイミングだったな。大見さん、それは。オーブンなしで作れるスイーツを試しに作ってみたんだ。よかったら試食してくれないか。
撮影終わったっすか？さっき見せたかったもの持ってきたっすよ。じゃじゃーん、今日買ってきたインステ映えスイーツ、みんなで食べようと思ってあーちゃんも連れてきたっす。和成さんと一緒に買いに行ってきたんだっけ？色も形もすげえ凝ってんな。おい、ボンいるか？会長から旅行の土産に菓子を預かってきた。数もあるから他のやつらと分けて。なんだ、お前らもここにいたのか。さあ今日にもお菓子持ってきたんすか？すごい偶然だな。実は俺も。その箱ドーナツか？ああ、限定フレーバーが発売されて毎日店の前に行列ができてる。さっきこれを買いに行くのに目立たねえようブラッドのキャップとパーカーを借りようと思ったんだが、めんどくせえから衣装丸ごと全部着て行ってきた。いや、つうかそれ逆に目立っただろ。ああ、何の騒ぎだよ、暑苦しい。あ、万里お帰り。おいセッツ、もしかしてその手に持ってるのは。ああ、ゲーセンのクレーンゲームでゲットした菓子。たまにはと思ってやってみたらすげえ大量に取れた。まさかのパンちゃんもお菓子？部屋に甘い匂いが漂いまくってんな。最初は気になってたカフェに行くつもりだったんだけどな。行ってみたら休みだったんでゲーセンで暇つぶしてきた。何笑ってんだ？イエーイ、秋組スイーツパーティーっす。お疲れ様です、監督。ちょうど旗揚げ公演の台本を読み返していたところでした。なんだか懐かしいですね。あの時はゴッド座に勝たなくてはいけないプレッシャーや不安もありましたけど、芝居をしている間はとにかく楽しくて仕方がなかった。はい、よろしくお願いします。了解です。じゃあ早速サイコロを振ってみますね。よっと。ベストパフォーマンスですか。すみません監督、わがままは重々承知なんですが、テーマを変えてもいいですか。ベストパフォーマンスが思いつかないんです。もちろん当時は当時なりのベストを尽くせたと思います。でも今記録映像を見たらどれもベストとは言えない気がして、妥協して選んだとしても冬組のみんなにこれがって言われてしまうと思うんです。タスクには特に。失敗した話ならたくさんあるんですけど、
ありがとうございます。では改めてもう一度。ラッキーですね。この時の失敗は小さいものから大きいものまでたくさんあります。特に前楽で演技を変えてしまったこととか。でもそのことはみんな知ってますし、他に印象深かったものといえば、あれかな。天使はとにかく大きな翼を扱うのが大変でした。それに関した失敗です。僕は彼女に直接会うことはできない。だからせめてこの手紙で彼女を元気づけることができますよ。どうか。いや、ミカエル、来てくれたんだね。こんにちは。今日も手紙を彼女に渡してもらえますか？ああ、助かるよ。ここで手紙が引っかかって羽が1枚落ちてしまったんです。手紙をもっと目立たせた方がいいかもしれないと思って初日よりも封筒を大きいものに変更していたんですよね。事前に試した時はうまくいったんですけど、肝心の本番で引っかかってしまって、そしたら東さんが落ちた羽を拾って。おや、綺麗な羽だね。まるで天使の羽みたいだ。まさか渡り鳥か何かですよ。もちろん分かっているさ。けれどきっと彼女に見せたら喜ぶだろう。手紙と一緒に持っていくよ。それで彼女が笑顔になるのならその鳥も喜びます。初舞台の東さんに助けてもらってしまいました。アドリブでフォローする余裕があるなんてさすが東さんですよね。でも東さん本人は実は必死だったけどそう見えていたならよかったと笑ってました。ありがとうございます。監督にそう言ってもらえるなら怪我の巧妙のお題を出した方が良かったかな。ありがとうございました。タスクといえば芝居以外だとやっぱりその2つですよね。でも違うんです。おまれさんの部屋のこたつの調子が悪くて修理をしに行きました。どうしても今日直さないといけないですから。とりあえず監督も今夜の予定は開けておいてもらえますか？悪い。ドアの前にいるとは思わなかった。ああ、監督くん。この通りタスクくんが見事に直してくれたよ。風合いがどうとか言ってわざわざ古いやつを買うからだ。やれやれ。相変わらずタスクくんは芸術がわからないようだね。こたつに芸術とか関係ないだろ。まあいい。これからアリス川の撮影だよな。俺は一旦部屋に戻る。
あ、また後でな。こたつが壊れてしまったからね。談話室のこたつに避難しているよ。タスクくんのおかげでこの部屋のこたつも治ったことだし、せっかくだから温まりつつ撮影をするとしよう。ナイスなダイス。こたつステージにコロコロリ。何？そうなのかい？それでは面白くないだろう。もう一回振り直すわけにはいかないかね。そうとも。司教が湧いた。サイコロのいたずら心、アウトローなフリスロー、ロックンロールにロックオン。いいのかね。ではリベンジといこう。サイコロよ、再度テーマを与えてくれたまえ。おお、それならばとっておきがあるよ。前楽でのワンシーンだ。草薙様は彼女が亡くなった後も私への援助を約束してくれていた。それをこんなことで台無しにしてしまうわけには。それが四季様を脅迫した理由ですか？貴族という立場は面倒なことも多い。だが貴族だからこそできることもある。それを活用し自分が欲するものを手に入れて何が悪いんだ。そうだろ？なんと強欲な恥を知れ。強欲？恥だって。ここで自重した圭一とふと目が合ったのだよ。執事のお前には一生わからないだろうさ。この瞬間鳥肌が立った。本当は詐欺師として一言返したかったのだが、飲まれてしまってできなかった。あれは悔しかったね。紬くんだからこその表現だった。まったく彼の悪役は天下一品だ。さて次はメッセージコメントの撮影だったね。なんだか時間の流れを感じるというのもおかしなことだね。針は止まっているというのに。ありがとう。壊れていても私の自慢の宝物だ。こんなところかな。
どうだい監督くん、どのポエムも素晴らしかっただろう。どうぞ。ではお礼にチケットということで。はい、じゃあまた。いらっしゃい。待たせちゃってごめんね監督。大丈夫だよ。さっきの電話の相手は朝城さんだったんだ。うん、最近はすっかり演劇にハマってしまってるみたい。記念動画の撮影に来てくれたんだよね。早速始めようか。どんなテーマが出るかな。僕のテーマは鳥肌が立った話だって。そうなの？でも同じテーマじゃつまらないよね。ねえ監督、サイコロを振り直したいな。もう一回。ダメ？ありがとう監督。今度のお題はフリー。そうなんだ。監督にテーマを考えてもらえるなんて嬉しいな。僕にはどんなテーマをくれるの？爆笑？確かに衣装もシックな感じだったね。なるほど、面白いお題だね。それなら選ぶまでもなくあのシーンだな。長い間世話になったね。こんなに長居するつもりじゃなかったんだけど、つい居心地が良くて。そんなに焦って出なくてもいいのに、俺も助かってたし。さあ、今日はレオの再スタートを祝ってとことん飲もうぜ。まずはビールで乾杯といこう。ここでコウタのというかタスクのお腹が鳴っちゃって。何か作ろうか？ああ、悪いな。コウタが気に入ってくれてたシーフードパスタにしようか。本当か？あれうまいんだよな。アドリブでつないだけれど、この時は笑いをこらえるのが大変で。こんなシーン選んだらタスクが拗ねちゃうかな。でも爆笑した話なんてテーマを振ったのは監督だし共犯だね。
ちゃんと綺麗に撮ってくれた？ほんと？嬉しいな。失礼する。もう入っても構わないだろうか。ああ、ガイ、お待たせ。部屋を開けてもらっちゃってごめんね。構わない。俺も雪代のコメントを新鮮な気持ちで見たかったからな。それじゃ今度は僕が出るね。監督、収録ありがとう。ガイのコメントも楽しみにしてるよ。頑張ってね。ああ。そうだ。ガイ、あのことだけど、手配できたから後で一緒に取りに行こうか。ありがとう。買い物もしたいから俺が車を出そう。夜のお楽しみだよ。それじゃあまた後で。監督、次は俺の撮影を頼む。いや、王宮にいた頃、シトロニアがこのようなサイコロを回す番組を気に入ってよく見ていたのを思い出した。早速振ってみるとしよう。失敗した話が出たな。失敗した話か。いや、大丈夫だ。失敗の話はありすぎてなかなか選べなくてな。すまない。すぐに選ぶ。いいのか？すまない。これもたくさんあるな。もちろん皆が繋いでくれたあのラストシーンは特別だ。しかし以前その記録映像を見たのだが、残念ながら停電のためにラストはほとんど真っ暗だった。だがよく覚えているシーンはもう一つある。そちらを選ぶとしよう。お前に復讐するためだけにこの10年生きながらえてきたのだ。離せ。苦しい。醜い亡霊め、一人地獄に囚われているがいい。貴様なんぞがこのまばゆい舞台に存在することなど許されんのだ。ダメだエリック。彼を手にかけたら君は一生舞台には戻れなくなる。僕は君の歌が聴きたいんだ。あの頃どうしてもファントムの幕はまだ降りていないというセリフがうまく言えず、皆に付き合ってもらって特訓していた。そんな中でアリス川がテこ入れとして入れたのがリチャードのあのセリフだ。後にアリス川に、もしかしたらガイさんは案外負けず嫌いなのかもしれないと思って入れてみたのだが、
全くの見当外れというわけでもなかったようだと言われた。その時はよくわからなかったのだが、その後剣にシスの公演でも高藤に案外負けず嫌いだと言われてしっくりきた。自分でも知らなかった自分を冬組の皆が芝居を通して見つけてくれる。この年まで己をアンドロイドなどと思い込んでいたことに自分でも呆れていたが、この冬組で本当の自分を取り戻すことができてよかった。改めて満開カンパニーに入れてくれた監督と、そしてシトロニアに感謝の気持ちを伝えたい。ああ、そうしよう。この後は高藤の撮影だったな。いや、特別なことは何もない。ただいつものことなんだが、雪代に口止めされているのでな、言うことはできない。夜を楽しみにしていてくれ。お疲れ。部屋を行ったり来たり大変だな。これからタスクの動画撮影ですよね。俺は部屋を出てた方がいいでしょうか。ああ、俺も構わない。そうですか。じゃあ俺はあっちで本読んでますね。まずはテーマ決めのサイコロを振るんだったか。ないな。もちろんどの公演も本気で向き合ってるし、自分のベストを尽くしてる。だが自信を持ってベストパフォーマンスだと言い切れるようなものはない。ああ、悪いな、わがまま言って。5回目？今度は怪我の巧妙か。ミスはミスだからあんまり綺麗事にはしたくないんだが。あ、分かってる。そうだな。確か2日目の夜公演の時に逃がすか。強い。殺すなよ。努力はする。この時うまく互いのタイミングが合わなかったんだ。見かけが持ち前の運動神経で刀をかわしてくれたんだが、俺の袖に軽く引っかかってな。腕は悪くないようだな。だがまだまだ。なんと奇
神のような荒々しい剣だ。瑠璃川からも無駄な筋肉も演出に使えれば無駄じゃないかとか言われたんだったな。それで結局この後から着物をはだけさせる演出を加えることになった。まあ失敗は失敗だから納得はあんまりしてないけどな。結果的にいい演出になったなら良かったとは思う。おい紬、何笑ってるんだ。ごめんごめん。でもほら、学生時代にも似たようなことがあったなと思って。ああ、あれか。実はとある公演で珍しくタスクが出とちったことがあったんです。でもタスクの役はのんびり屋の役だったので、遅れて出てきたのが逆にその役らしくて面白かったという。その後の公演では脚本とセリフを変更したんですよ。メッセージコメントってこんな感じでいいのか。それにしても24公演か。ミックス公演やイベント出演とか細かいものも入れるともっとだね。1公演こなすのも一苦労なのに、よくこれだけの人数でこれだけの公演を無事にやり終えたよな。途中降板やトラブルで中止になる公演だって少なくはないもんね。ああ、客演先でも時々ある。もうこんな時間だったんですね。あいってらっしゃい。スピー。すやマシュマロはん、あ、監督おはよう。テーマ他の人と被らない方がいい。わかった。出た。
サイコロのイカ様は得意。冗談。なんとなく力加減でどうにかなる。けどこれはたまたま。ベストパフォーマンス。あ、そういえば。マリッジブルーというのもあるから、この時期の女性はフォローしておいた方がいいぞ。俺も結婚直前の妻とはいろいろあったからな。ああ。ん？どうした？なんだか表情が冴えないな。気分転換も兼ねて一勝負どうだ？あんたと？そうだな。まあいいか。それじゃあブラックジャックで。ああ、構わない。次のシーンに出てくるタスクの衣装にトラブルがあって、少し時間を稼ぐ必要があった。それでガイがたまたま持ってたトランプでブラックジャックで勝負することになったけど、俺の勝ちだな。負けるつもりはなかったんだが。そんなんじゃキャサリンに愛想つかされるぞ。肝に銘じておくよ。この時のブラックジャック、本気で勝負したけど負けた。晩酌の時に東の練習に付き合ってたから覚えてたんだって。ただいま。タイミングが良かったようだね。ちょうど撮影が終わったところかな。さっき終わった。それは良かった。こちらの用意もバッチリだよ。編集部の鉄板手土産の高級チョコレートを持ってきたのだ。やはりいいワインにはいいつまみが必要だろう。おや、聞いていないのかい？今日はビールか日本酒だろ。まあまあ、とりあえずお皿ここに置きますね。今度もこたつの上に置くぞ。お酒はいろいろあるよ。朝城さんに名刺をいろいろとお願いしたからね。酒、それだけですか？まさか。重いから下に置いてきたんだよ。タスク、運搬お願いね。お酒に合うマシュマロも用意した。こちらの具もよく煮えている。もう少しで食べ頃だ。おこたで鍋パなのだよ。すごい。
ほらほら、ひそかくん、起きたまえ。それじゃ乾杯しようか。では美味しいお鍋とお酒とこのパーティーに乾杯。さすが雪城おすすめの酒だ。うまいな。こっちのお酒も甘くて美味しい。味がよく染みてますね。どこかオリエンタルな味わいだ。素晴らしい。至強が湧いてくるよ。冬組の撮影は全員終わったんだよね。監督、カメラマンお疲れ様。お疲れ。俺の他にもテーマを変更した人がいたのか。ガイさんもサイコロを振り直したんですか？そうだったんですね。困らせちゃってごめんね、監督。鍋で帳消しになるといいんだがね。俺は変えなかった。監督に指定されたテーマをちゃんと出したから。じゃあ見かけが全員の尻拭いをしたってことか。さすが運命共同体だね。こっちの鍋は火止めたぞ。あとはタッパーに移して冷蔵庫に入れるだけです。わかった。醤油はこのくらいでいいっすか？まあそのまま明日まで置けば味が染み込むはずだ。こっちの飾り付け終わりました。見て見て、三角いっぱい。こっちにも三角貼ったよ。大きいのもありますよ。はーい。監督は？そういえばずっと姿が見えませんね。仕事で資料を作らないといけないらしいよ。仕事で資料って珍しいね。会社員みたいだな。手伝い先の劇団関係で何か作らないといけないんじゃない？それよりテーブルのセッティングこれでいいんだっけ？ああ、そこは。こっちは終わったよ。仕込みも大体終わった。あとは明日っすね。飾り付けも完了っす。準備はバッチリだな。鑑賞会の準備も済んでるのか？もちろん。動画もいい感じに仕上がってるよ。みんなの見るの楽しみだな。あれを流すのか。全部サイコロが悪い。あそこカット頼んだけど大丈夫かな。ピザ焼けたぞ。唐揚げもいい感じっす。わあ、焼きたてに揚げたてですね。
美味しそう。おにぎりもいっぱいあるよ。具は食べてのお楽しみ。目についたものいろいろ入れたよ。何が入ってるんだ？三角とか三角とか。食べ物であることを祈る。いただきます。いただきます。このビシソワーズ美味しいね。ちょうどじゃがいもが安かったんです。またいい日本酒が置いてあるな。僕の差し入れ、左京くんが気に入ると思って。ありがたくいただく。支配人も一杯どう？いいんですか？それでは遠慮なく。これ今までのフライヤーか。懐かしいな。この辺りは見慣れない感じ。まだ劇団に入る前だな。入った後の公演はフライヤー配るときに嫌というほど見るからな。それじゃそろそろ上映会始めますよ。電気消しますね。スタート。サイコロの采配がえぐい。サイコロの目さえよければ。往生際が悪い。お前は良かったな。こういうのは運だからしょうがないよね。人の目を通してこうやって振り返るとまた違った見方ができて面白いっすね。こんなのあったっけっていう発見もあるっす。最初から見返したくなっちゃいました。それな。オールナイト公演上映会やっちゃおっか。いいね。私栄養ドリンク差し入れるよ。本気だな。春組第6回公演春ヶ丘カルテット、西門寺テニス役のシトロンだよ。ちょっといい間違いね。最初から全開だな。トップバッター私ね。遡っていく順番で編集したよ。ようやく回ってきた主演、とっても楽しかったね。最初の頃はちょい役ばっかりでいじめだと思ったよ。セリフ言えなかったからでしょう。大好きなバイオリンの舞台を大好きなみんなと一緒に演じることができたのは本当に嬉しかったよ。全部つづるのおかげね。感謝だよ。俺は別に。この調子でロミジュリも新婦主演で脚本書き直してもらうね。ちょっと、私の春はみんなと一緒にあるよ。これからもいろんな舞台を旅するね。感動するべきか笑うべきか迷うな。さすがシトロン。いつも通り。これからも一緒に舞台やりましょうね、シトロンさん。緊張しすぎ。頑張れはい。
夏組第6回公演花の王子様フローレンス役の咲坂無垢です。この公演は僕がずっと夢見てた王子様になれた大切な公演です。自分に自信を持てなかった僕が舞台の上で夢を叶えられたのは、励まして支えてくれた夏組のみんなのおかげです。この公演だけじゃなくて、劇団に入ってからずっと一緒に稽古を積み重ねてきたから主演を務められたんだと思います。小さい頃から僕の夢を知ってる Q ちゃんが準主演で隣に立っててくれたこと、心強かったよ。ありがとう。俺の方こそありがとう。これからも理想の王子様目指して頑張るのでよろしくお願いします。無垢ならどんな王子様にだってなれるよ。っていうか、無垢の理想ってかなり高そう。今でも十分王子様だもんね。頑張れよ。秋組第6回公演フォールンブラッド。ブラッド役の兵藤十佐だ。初めての主演は自分の役者としての可能性とか方向性とかいろいろ考えさせられた。自分が役者としてどうあるべきか、どこまでいけるのか、今はまだ決められねえ。決めたくねえ。だから俺はこの先も舞台の上で生きていく。俺に託された役の人生をがむしゃらに。そのためにも不器用でもちょっとずつでも自分なりに芝居を磨いて前に進んでいくつもりだ。この時オミさんに撮ってもらった動画は俺の大切な宝だ。外した。役に立ったならよかった。この先も壁にぶつかった時は何度も見返すと思う。摂津のところ以外。てめえな。閉まらねえな、ったく。十座さんらしいんじゃね。冬組第6回公演リスキーゲーム。リアム役三影ひそか。何を言えばいい？主演はセリフが多かった。おい、結局それか。ひそかくんらしいね。でもこの公演のおかげで大切なことを思い出せた。大切な人にまた会えた。みんなのおかげ。よかったね、ひそかくん。俺はこれから役者三影ひそかとして生きていこうと思う。みんなと一緒に。これからもよろしくね。この先の三影ひそかの芝居を楽しみにしてる。春組第5回公演ナイツ・オブ・ラウンド4ザ・ステージ。ランスロット役の茅ヶ崎至です。内覧語ると小1時間くらいは尺もらうけどいい？了解。大好きな内覧のランスロットになれるなんてプレイしてた当時は想像もしてなかった。稽古中は理想と現実の落差にいろいろ悩んだりもしたけど、
とにかく楽しかったな。みんなとゲームできたし、あの頃の俺に教えてやりたいくらい。また今度新作も出るし、これからも攻略励んでいくんでよろしくね。そこは芝居に励んでください。成長しない。至るは至るね。また一緒にゲームしましょうね。そういや先輩、結局総プレイ時間どれくらいなんですか？秘密。今さらいいじゃないですか。セーブデータ多すぎてトータル計算できない。マジか。見事な配信ね。夏組第5回公演、忍び珍道中喜一役の三好和成だよ。主演公演は大変だったけど楽しかったな。みんなとお絵かきしたり、思い出もいっぱい。スミーとアクションいっぱいやったのも楽しかった。俺も主演って実際自分でやってみるとプレッシャーもあるし、しんどいっていうのが分かってよかった。おかげで主演やるみんなの気持ちももっと理解できるようになった気がするし、これからはサポートもバッチリしちゃうよ。あと俺にとって舞台も絵も同じくらい大切だって改めて実感できたのも大きかったかな。どっちも諦めたくないし妥協したくない。どんどんマルチに活躍しちゃうから、これからもみんなよろしくね。こちらこそよろしく。俺も負けてられないね。今まで以上に稽古で厳しくしていかないとな。そこはほどほどで。また一緒にアクションやろうね。秋組第5回公演、燃えよまんじゅう館、ちゃん役の七尾太一っす。主演だって言われた時は嬉しかったけど、複雑で俺なんかがいいのかなってどうしても思っちゃって。ダメっすね。やっぱもう一回ここカットでお願いするっす。カットされてないっす。ままだな。主演はすごく嬉しくて、張り切りすぎて失敗しちゃったりもしたけど楽しかったっす。秋組の七尾太一として主演公演ができて本当に俺っち幸せ者だなって思った。もっともっと頑張って秋組のみんなに恥ずかしくないような、みんなに胸張れる役者になるっす。目指せ秋組の看板役者。言うじゃねえか。やってみろ。負けねやっぱ4番手くらいでいいっす。諦めるの早っ。一緒に頑張ろうな。冬組第5回公演、剣に死す。宮本武蔵役の高藤佑だ。主演公演は初めてじゃないが、満開カンパニーの冬組として務めた今回の公演はいつもと少し違った気がする。この劇団にいる意味や自分が役者としてどうあるべきかを考えるきっかけになった。俺はこれからも冬組の高藤佑として役者を続けていく。冬組の仲間と共に舞台に立つことが今の俺にとっては大事なことだからな。この先どうなるかわからないが、自分がどんな役者になるのかじっくり見定めるつもりだ。硬いね。
高藤らしいコメントだ。タスク君の芝居に対するストイックな向き合い方には全く頭が下がるね。アリスとは大違い。密か君には言われたくないよ。役者としてのあり方か。俺も考えていかないとな。春組第4回公演エメラルドのペテン師オズワルド役宇月千景。公演の思い出か。迷惑をかけた思い出しかないな。その説は監督さんにもいろいろとご迷惑をおかけしました。まあ償いはしていくつもりだからさ。千景のおごりで焼肉行くね。いいっすね。全劇団員対象。一気に来たな。この劇団に入った時はこんな長い間ここに残ることになるとは思わなかった。こんな気持ちで過ごすことになると。大切な家族からもらった居場所だから大事にしないとね。これからもよろしく。こちらこそよろしくお願いします。焼肉に期待。はいはい。夏組第4回公演初恋甲子園、秋山颯太役の兵藤公文っす。初恋甲子園は初めての舞台に初めての主演で、最初は何も分かんなかった。でもみんながいろいろ教えてくれて支えてくれたおかげで千秋楽まで務められた。最後まで倒れずにちゃんと舞台に立っていられたのが俺本当にすごく嬉しくて、この公演のおかげで俺にもちゃんとやり遂げられるんだって自信がついたと思う。俺を受け入れてくれた夏組のみんなのおかげ。夏組に入ってよかった。みんな大好き。俺もクモン大好き。俺もまああの時よりは芝居も上手くなったよね。そうだな、かなり上達してる。本当？やったー！俺もっと頑張る。これからも一緒に頑張ろうね。秋組第4回公演デッドアンデッドアベル役の泉田あさみ。家出してきてまさか舞台に立つことになるとは思わなかった。でも舞台の上でクソ左京をボコボコにできたのは楽しかった。おい、メイクも思いっきりやらせてもらって、俺の中で一生メイクで生きていくっていうのが一気に現実的になった気がする。この劇団に入ってよかったと思う。面白いやつもいっぱいいるし、メイクの実験台にも事欠かないし、これからももっとメイクの勉強して芝居も上手くなりたい。おう、頑張れ。期待してる。この公演以降舞台写真も映えるようになったし、あざみが入った功績は大きいよな。あーちゃんのメイクのおかげで俺っちもかっこよくなれるっす。まあメイクはさておき、芝居はまだまだ勉強することが山ほどあるけどな。うっせえ。冬組第4回公演怪人 F と嘆きのオペラファントム役のガイだ。舞台に立ったのは成り行きだったと思う。いや、今思えば全てシトロニアの思惑通りか。
当然ね。この国に来てこの劇団に入ってシトロニアが出会った大切なものを知った。俺自身大事な思い出を取り戻せた。同時に長い間自分を閉じ込めていた鎧を脱ぐことができた気がする。そしてここで過ごすうちに今までの自分とはまた違う新しい自分も発見している。不思議とそれが嫌ではない。これからもこの変化を楽しんでいきたいと思う。最初はアンドロイドだったんですよね。はあ、そう信じ込んでいた。あの頃が随分と昔に感じられるな。変わった。いい方向にね。今の方が人間味があっていいと思うよ。でもポンコツはポンコツのままね。精進しよう。春組第3回公演ゼンマイ仕掛けの心、ルーク役の皆木つづるです。主演を務めたこの公演はとても思い出深く、反省も含めてとても心に残っています。すごいスラスラ話してるな。意外。原稿読んでる？自分がどうして脚本を書きたいと思ったのか、演劇をやりたいと思ったのか、その原点を見つめ直すこと、いつでも初心に戻ることを忘れずに、これからも脚本演技ともに頑張っていこうと思います。相方のシトロンさんには振り回されることも多いですけど、びっくりするところで救ってもらったり助けられてます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こちらこそね。春組の名コンビですもんね。夏組第3回公演罰寮スカイ海賊団。スカイ役のイカルガミスミだよ。この公演の時はね、三角を54個見つけたんだ。よく覚えてるな。記憶力の無駄遣い。その中でも一番大好きな三角は、みんなで見た夜空のおっきな三角。俺この劇団に入ってからいっぱい大切な三角見つけた。いつかじいちゃんにも教えてあげたいな。これからももっと増えるよね。きっと数えきれないくらいたくさん。俺も一緒に探す。三角いっぱい。秋組第3回公演任教伝流れ者銀次。風間銀次役の古市左京だ。今さら主演なんてと思わずにいられなかったが、正直勉強になった。改めて自分の未熟さも自覚した。これからもなりふり構わず貪欲に学んで前に出ていくつもりだ。おお、怖え怖え。大人げねえ。舞台の上では年も経験も関係ねえ。真剣勝負だ。覚悟しとけ。望むところっす。ここだけなんか犯行声明みたいっす。確かに迫力あるな。
冬組第3回公演真夜中の住人、工藤レオ役の雪城東だよ。主演だから特に思い入れっていうわけではないんだけど、冬組のみんなとの結びつきを強く感じたな。タスクのおかげで一歩踏み出せたし、この公演をやってよかったよ。俺は別に大したことは、舞台のために必要だと思ったんだ。やっぱりそこにつながるのかね。演劇バカ。それがタスクだもんね。素直じゃないところも含めて。あの頃と比べると冬組も害が入ったり少しずつ変わっているよね。でもいい変化だと思うし、この関係が心地いい。これからもよろしくね。こちらこそよろしく頼む。春組第2回公演、不思議の国の青年アリス。アリス役の臼井真澄。あんたを見てたい。あんたへの思いを伝えればいいの。至るがうざかった。おーい。仕上がりに時間がかかった。それマスミがカッコつけてダメ出ししなかったせいもあるから。至るがうざかった。よっぽどうざかったんだな。でも公演は良かったと思う。俺もそう思うよ。この時よりももっと芝居上手くなったから、あんたが目を離せなくなるくらい。これからも俺だけ見てて。最初から最後まで監督ばっかり見てたね。さすがマスミ。夏組第2回公演、煮干しをめぐる冒険、白役の瑠璃川由紀。一番覚えてるのは主演と衣装制作の両立がうまくできなくて、みんなに迷惑かけたことかな。準主演の和成にはかなり助けてもらった。そんなことないよ。でもあの時と比べると今は成長したと思う。というかあの時があるから今うまく両立できるようになった。最初は衣装へのフィードバックのために役者始めたけど、今は純粋に芝居が楽しい。衣装作りとは違った形でみんなと舞台に立って芝居を作り上げるのが面白いと思う。どっちもやることで学ぶことも多いし、これからも演技も衣装も妥協しないでやっていくつもり。これからもよろしくね。一緒に頑張ろうね。ユキの衣装好き。まあの頃よりは芝居も上手くなったな。あんたはその偉そうなところ変わらないけどね。何？秋組第2回公演、異邦人。ボルフ役の伏見帯だ。撮るのは慣れてるんだが、撮られるのはなんとなく気恥ずかしいな。この公演は俺にとってただの主演舞台以上の意味を持っていたと思う。言葉にするのは難しいんだが、
ずっと過去ばかり見ていた俺が前を向いて未来に向かって歩き出すきっかけになった。今は大事な親友がくれた夢を自分のためにまっすぐに追いかけるつもりだ。よかったっすね、オミくん。あの時はありがとうな。どういたしましてっす。伏見はこの公園で殻を破ったよな。芝居がガラッと変わったのを覚えてる。刺激になった。今はあの時よりさらに成長できてるといいんだが。冬組第2回公演、主人はミステリにご就寝、詐欺島徹役の有栖川誉だよ。思い出深いのはやはりおばあ様の時計だね。あの時計をきっかけにみんなの心に少しだけ触れることができた気がするのだ。特に密かくんがあんな風にマシュマロ以外の誰かのために動くとは思わなかったよ。アリスが頼りないから。ふむ、それについては否定しないよ。あの時は助けてもらったね。密かくんやみんなのおかげで舞台もいいものになったと思うよ。詩と違って舞台はみんなと共に作り上げるものだからね。私にとっては難解だが、だからこそ興味深い。何度経験しても飽くことのない素晴らしいものだと思うよ。詩興が湧いたよ。映像が切れたな。なぜカットされてるのかね。本題とずれるしちょうどいいんじゃないか。私の詩もコメントの一部だよ。後で聞かせてください。僕も聞きたいな。では後ほど朗読会の時間を設けよう。次は昨夜か。いよいよ旗揚げ公演だな。あれ？止まってる？微妙に動いてる。すみません。春組旗揚げ公演、ロミオとジュリアス、ロミオ役佐久間咲也です。噛んでる。焦りすぎ。ロミオとジュリアスは初めての主演で、何もわからないままあっという間に駆け抜けてしまった感じでした。今見返すとできてないことばかりで本当に恥ずかしくなるんですけど、でも俺なりに精一杯やりました。あの時の春組のみんなと、それに新しい仲間も加わって、今もこうして舞台に立ててることが夢みたいで幸せです。ますみくん、俺あの頃よりももっと頼りになる相棒になれると思うから、これからもよろしくね。そこはスルーするなよ。あの時も今も演技は俺の方がうまい。お前な。マスミは今も昔もマスミね。ますみくんに追いつけるように頑張るよ。夏組旗揚げ公演、ウォーターミー我らが水を求めて、
アリババ役のスメラギ天馬だ。この旗揚げ公演は俺の役者人生を語る上でも大事な公演になった。それまで舞台にトラウマを持っていた俺が千秋楽までアリババとして舞台に立っていられたのは夏組のみんなのおかげだ。舞台の経験は俺の芝居にいろんな変化を与えてくれた。あの公演がなければ今の俺はない。みんなには本当に感謝している。気持ち悪い。おい、二人とも喧嘩しない喧嘩しない。あの時よりも俺自身成長したし、みんな芝居も上手くなった。今の俺たちだからこそできる芝居や表現がある。これからもみんなと一緒に最高の舞台を作っていきたい。旗揚げ公演は夏組が始まった大切な公演だよね。最初の一歩。まあ思い出深いっていう意味ではそうかもね。俺も初演から一緒に出たかった。秋組旗揚げ公演、なんて素敵にピカレスク。ルチアーノ役の摂津万里だ。公演の思い出ね。今思い出すとまあムカつくガキだったよな俺。今もガキだろ。今もムカつくな。おい、うるせえぞ。あん時ガツンとやられて目覚めたおかげで今は芝居が心底面白い。もしこの劇団に入って芝居に出会ってなかったら今頃まだつまんねえ人生を送ってただろうな。こんなに面白いもんに出会わせてくれたことに感謝してる。珍しく銃座に対して素直だな。大人になったっすねパンちゃん。意外。気色あり。兵道に感謝してるとは言ってねえ。冬組旗揚げ公演、天使を憐れむ歌、ミカエル役の月岡紬です。劇団の存続がかかった勝負を俺たちに任せてくれたこと、今思うとすごくリスクの高いことだったと思います。でも舞台に立っている時は不思議と何の不安もなかった。また芝居をすることができる幸せな気持ちでいっぱいでした。あの時から変わらず頼りないリーダーかもしれないけど、冬組のみんなと、そしてこの劇団のみんなといつまでも舞台に立っていたい気持ちは変わらないから、これからもよろしくお願いします。頼りないなんてことないよ。お前なりのやり方でやればいい。月岡は十分立派なリーダーだ。紬はそれでいい。こちらこそよろしく頼むよ。ありがとう。これで24人全員か。なんだかんだいろいろあったけど、こうやって揃ってこれだけの公演ができたってのはすごいよな。確かにいろいろあったな。一人も欠けることなくっていうのは奇跡だな。すごいことっす。本当によくここまで。酔ってる？そんなに飲んでないからシラフのはずだよ。まったく。じゃあ次はオールナイト公演上映会。
監督、これって。監督ちゃんが作ったの？俺たちの方こそよろしくお願いします、監督。あんたとなら別に辛くない。みんなと立つ舞台は楽しいから頑張れるね。これからももっといい芝居作りましょう。ま、監督さんもみんなもあんまり無理してガス欠を起こさないようにしないとね。確かに突っ走るメンバーが多いからな。つーかまだまだ終わらねえだろ。これからもこの調子で続けていくぞ。休んでる金の余裕はねえからな。馬車馬かよ。改めて気合い入れていくか。今まで以上に自分の芝居を磨いていくつもりっす。まだまだ頑張るっすよ、監督先生。デザインももっとやれることがあると思うんだよね。どんどん面白いことやっちゃおうよ。衣装もやりたいことはいろいろあるんだよね。メイクもクオリティ上げていく。当然芝居もな。改善の余地はまだまだある。いっぱい稽古してもっと上手くならないと。僕も夢は叶ったけど、もっと素敵な王子様になりたいから頑張ります。もっとたくさんみんなと楽しいお芝居やりたい。俺もみんなに負けていられないですね。冬組のリーダーとして精進します。俺も自分の芝居をもっと突き詰めていきたいと思ってる。芸術に果てはないからね。望めばどこまでも輝いていけるのだよ。確かにアリス川の言う通りだな。俺も学ぶべきことがたくさんある。珍しくアリスがまともなこと言ってる。ひそかくん、何か異論でもあるのかね。別に俺もや
役者三影ひそかとして頑張る。その息だよ。僕も僕なりにやってみるよ。みんなと一緒なら頑張れそうだ。目指すはフルール賞ですからね。